私の専門はマーケティングです。慶應義塾大学商学部教授の清水明です。私はマーケティングの中でも消費者の行動に依拠したマーケティング戦略を長年研究し、国内外でその成果を発表してきました。特に日本人の特徴を生かしたマーケティング戦略を考えていっています。今回ここで私が行っているさまざまな日本の消費者に関する研究の中から先端層の研究についてご紹介したいと思っています。先端層というと真っ先に皆さんの頭に浮かぶのはインフルエンサーと呼ばれる人たちでしょう。インフルエンサーは新しい商品やサービスをいち早く人々に紹介する、いわば広告の役割を果たしているため、企業は彼らの力を借りたインフルエンサーマーケティングを盛んに行っています。ただ、彼らインフルエンサーが紹介した商品やサービスが必ずしも市場で売れ、利益をもたらすとは限りません。企業としては広告も大事ですが、売れ続ける方の方がよほど大事です。私が研究している先端層は、売れ続け、利益をもたらす新製品がわかる人たちです。いくつか例を挙げてみましょう。企業は通常、新製品の発売前にプレスリリースとして新製品の概要を示した情報を一般に公開します。消費者の中にはそのプレスリリースだけを見て売れ行きを判断できる人、つまり目利きがいます。実際、飲料に関する研究からは、彼らが評価した商品の評価得点と発売当初の売上の相関は 0.9 とかなり高くなっていることが分かりました。また、健康志向の高い健康志向先端層と考えられる消費者が全購入者の中に占める割合の高い飲料は、そうではない飲料と比べて市場に残る割合、売れ続ける割合、両方とも高いことが分かりました。つまり、目利きや健康志向の高い先端層は売れる新製品を理解しており、企業にとっては非常に重要な先端層になるわけです。昨今 AI の力が増し、様々な分野で人間以上の力を発揮し始めています。ただ、ここで挙げた売れる新製品、売れ続ける新製品の判定は人間のセンスから来ているところで、まだまだ AI には届かない部分です。人間にはコンピューターに勝る部分がまだまだある。それを信じて研究を続けています。マーケティング研究は海外、特にアメリカでの研究を日本のデータや消費者で確かめ一般化するという方法で今まで発展してきました。私も若い時はそのような研究方法を採用してきましたが、文化や習慣が全く違う日本でその研究方法を行うことに疑問を持ち始めました。今回私が紹介した研究は、商品の質にうるさい日本人の消費者でなければ成し得ない分析手法です。それを世界に発信していくことが真の国際化ではないかと考え、日々努力をしています。